さてさて、今日もね、ウエスト添削の時間です。じゃあトライバーからね、やっていきたいと思う。で、もううちはね、うまいやつが勝ちなのでな。はい。砂利道くん。これはね、顔の大きさの割にな、首が太すぎる。この時点でまず見てもらえてない。っていうのと、透明感がない。ブルアカのイラストを描きたいんだったら、これだったらあまりにも引きすぎんのよ。だからこれでもし違和感を直すんであれば、この首の太さに合うぐらいの顔の大きさにする。元のと比べたらどうよ。そういうところの調整もやっていこう。次。で、島次郎。足がメインだな、これは。物を持つのはいいけど、物が下手だな。顔とかは、こう、一部は描けるんやけど、ところどころ、下手な部分がやっぱり見受けられるな。例えばやけど、この首の付き方だったりだとか、今ここに空間がないから、こんな感じで、平坦に見えるわけよ。こう丸くなってるイメージがないやろ。こういうラインを見せれてないから。首は丸くなってるんだよっていうラインが、上手い人とかやったりすると、影の形とかでそういうのをイメージさせてみたりだとか、嘘でもいいからちょっとシルエットをね、作っておくのよ。例えばやけど、これ今ピッて入れただけやけど、首の流れがこの耳の後ろから繋がってるようにふわっと見えるやろ。あくまで首っていうのは皮が繋がってるから、こういったね、丸みみたいにつけとかなあかん。そういうところがないね。ここの手首かって、この辺りで切り替わってますよっていうのとかね。で、ペットボトルペコペコすぎ。ペットボトルがどういう形になってんだろうレベル。ペットボトルの描写がいいだけでいいねする奴らを逃してるから、そういうところやな。こういうクリアなものの感って出せてると、それだけで評価につながりやすいから、あんまりね、手抜かん方がいい。こうちょっと直すだけでもなんかいい感じになったやろ。もっと形整えてたらもっと良かったなっていう話。で、疑問やねんけど、この尻尾とかな、本当に理屈考えて描いてるか？なんか AI から丸パクリしたみたいな感じの髪の毛の流れになってるけど大丈夫か？まず、尻尾なんていうものは基本的に先っぽぐらいしかばらけへん。で、先っぽかってシュッて丸まってんのに、尻尾も髪の毛もなんか同じような描き方してるやん。まずここが変。なんか髪の毛の不自然なつながりのところが多すぎるのよ。そのあたり直していった方がいいかな。次、キャリフェイ君。これでよく1900リツイート取れたな。これもね、なんかあんま大差がない。どっちがメインかわからんからな。これ単体で見たらコントラストに全然差がないから、例えばやけど、こんな感じにするとさ、なんか月見酒って感じがする。雰囲気がないのよ、全然。ただのっぺりしてるだけなの。そうじゃなくて、なんかドラマ性を感じてほしいのよ。テーマがないのよ。だから、手を前にした迫力がありましたってことは、この手にドラマを作らなきゃいけないの。次。まずタイトルの添削。バレンタインじゃなくて、これでいいよ。こんなタイトルでもいいかもしれない。タイトルは短ければ短いほどがいい。想像ちょっとさせるタイトルの方が面白いね。先にそうか、ゾルトラーク、ヒンメル専用みたいな感じに書くとかね。でね、結局、この程度の顔とかやったら、みんな見てるわけよ。何度も言ったやん。二次創作でやってないようなフリーレンっていう風に見せやんなあかんねんから、めっちゃ照れてるとかの方が、絶対インパクトあんのよ。そういうのが欲しいのよ。これかって意味わからへんねんもん。ドクターチョコの食べ質が健康に悪いよって言うけど、ドクターがチョコを食べ過ぎたっていう描写がわからん。こんだけタイトルで説明せんな感じでんで敗北。で、どこ向いてんの？この辺に蝶々を飛んでるとしよう。間違いなくこっちを向いてるって言うんだったら、俺がここに蝶々をつけたとて、ドクターの方を見てるっていう風に見えるわけやからな。この辺に蝶々いてたら。みんなこれ、やってみ？自分のイラストに蝶々をつけても違和感がないか？このススーロが見なきゃいけないターゲットっていうのは、箱か、目の前にいてるここのドクターを見なきゃいけないわけだね。じゃあ、この目っていうのはこっちに向いとかんなあかんけやな。じゃあ目線っていうのはどっちに行くんよって話。目線は下に下がらんなあかんのじゃないもん。目は下に行かなきゃいけないよな。これだったら蝶々見てるようには絶対見えんやろ？これは前々から切り抜きで大有名なやつやん。怒ったりしてるんだったら歯とかも見せた方がいい。こりゃー感が全然ない。で、この指も手の動きと指の動きが揃いすぎてる。こっちの方がいい。体の流れと合わさない。で、ちょっと焦ってるんだったら、ドクターの手とかに、ちょっと嘘でもいいから汗みたいなのを垂らしとくんよ。これ、ちょっと指先がビクってなってるとかで、あってなっちゃったりするよ。こういうことをやってほしいのよ。次。これもどこ向いてんのかわからん。じゃあまた蝶々つけようか。もうこの時点で終わり。こうしか見えんでしょうが。蝶々よ。こっち見てるかい？蝶々見てるでしょ。ここに蝶々いてたら蝶々見てない感じがするやろ。この時点でダメ。で、あまりにも顔がでかすぎる。
顔の大きさと体の大きさが一緒になってもうてる。もう輪郭の時点で、これぐらい肩幅と同じぐらいに見えてるから、バランスがものすごい悪い。これぐらいの方がすごくバランスよく見えないかい？さらにここで、縦長にできるじゃない。こういう方が印象がいいじゃない。こんな感じでしょ。このイラストでやりたかったこと。なんかパンパンに膨れ上がったような顔に見えてきたでしょ。じゃあもうトライバーしっかりしたんでね、ゴブルスの諸君やっていこう。次、ココアくん。俺からのチョコ欲しい？このバルーンとかかな？ちょっと同系色すぎる。バレンタインの色って何っていうやつをまず一目で分かってもらわなあかんわけよ。だからこういう赤い色とかを入れた方がいいわけよ。こっちだった方がまだ、なんか赤いイラストイコールバレンタインイラストなんじゃねっていうのが分かる。まず目に留まらなきゃいけないから、そういう部分がちょっと足りない。で、これね。こうやればいいじゃん。こういうだけで雰囲気変わるでしょ。ちょっとかっこよくするんだったりすると、窓枠みたいな感じにね、当たってるみたいなのをつけたりすると、エモくなるわけよ。そんなんすると、勝手にイメージ膨らましてくれるわけよ。だからこことかに強い光とかを差し込ましといて、この辺で窓枠っぽくしとくとかね。こういう風にしてやったりすると、これだけで窓際のところ座ってるんだなっていう風になるよ。だからこういうことを覚えていったら、もっと撮れるんじゃないかなって思う。次、ピカピカ。ピカピカ惜しいのが、目の角度と鼻の角度が合ってないの。これちょっと罠だな。判断する場所みたいなのがあるわけだ。この顔の角度の判断みたいな。この判断が揃ってるところが違うのよ。鼻を上がるところになってくると、こんな感じになるわけだ、本来。これの角度が違うのよ、みんな。ここが揃ってないのよ。今付け足したんじゃなくて消しただけでそれっぽく見えるやろ。整理整頓をしてください。綺麗さってのはこう出てくる。ちゃんと合わせたらいいの。横と横とこう高さ。みんな全部バラバラなのよ。この口の端とか斜めになってもこれは変わんねえの。これをしないから汚いの。だからちょっと左右揃ってない部分が多すぎる。揃えたらみんな綺麗になってくのよ、こんな。こう全部ちゃんと綺麗に揃えるわけな。この角度に揃えるだけ。この斜めは全部揃ってるのよ。だから綺麗に可愛く見えんの。綺麗なやつは全部ちゃんと角度揃ってんのよ、これ。これだけ。次、ココちゃん。これちょっと特有だな。これ間違いやすいやつな。これ頬骨の方が出ちまってんのよ。あくまでおでこの方が前に出るわけよ。でもここでも入れる保険はあるのよ。だからこれで何が書ききれてないかっていう話な。ここで、この頬骨が見えてるんだったら別に見えててもいいのよ。こう入れたらかっこいいやろ。じゃあここにしっかり穴が見えるようになるわけ。男は絶対に立体に描いた方がかっこいいんだよ。口とかもちゃんと奥、手前、面ってなって奥にもう一回行って上がるんだよ。気を抜かない最後の最後まで。手前の唇、ここが手前。で、こっからもう一回さらに奥に。ほら、かっこいいだろ。切り抜いとけー！イケメンになったでしょ？まるでリアルの俺みたいだ。なっちゃん。これは女装ガイアでええの。新衣装なんやね。なんか俺このガイアがなんで女装っぽく見えたのかっていうと、この今目元とかあるやろ。これに今曲線描きすぎてんねん。このまつげとかが。これをな、カーブにせんと、なるべくカーブじゃなくて直線にするだけで男に変わんねん。この目のちょっとしたピンピンってまつげつけたりする、この最後の最後までやねんけど、めちゃくちゃ女になってまうねん。とにかくね、角をつける。直線っていうより角の意識をつける。で、これ、メスっぽくなるって言ってたやん。この最後の処理とかだけでも、硬くしとくねん。だから今、この状態やったら、こう、曲線描いてるけど、そうじゃなくて、硬く残すねんな。角がついてるように、三角形とかでもいいねん。こういう部分とかも、こう、滑らかにするとかいうよりか、ちょっとこう、しっかり、カクンってさせるような感じ。ほら、わかる？この違い。これがもともと、こう。男になったやろ。こんだけやね。同じ要素が入ってるけども、違うやろ。男になったやろ。いつまで経ってもなんかメスっぽいなーっていう子はね、多分大体かこれ。で、だから、ガイアがまだまだメスなところっていうのが、この部分。この輪郭の部分だったりとかも、角みをつけんのよ、言うて。こういう部分に若干の角みをつける。こうやって。ここがあって今、2回で止めてるやん。2回で止めるよりかは、もう一段階ピッてつける感じ。あえてもう一個なんかこう角をつけるような感じ。にすると、わかるわかるこの差やけど。男になったやろ。この眉毛とかも、こういう風に終わらすんじゃなくて、どっかでアクセントとして止めて出す。こことかもね。こう。これ切り抜いてもらおう。こういう感じ。じゃあ、ほら。これだともう、女装っぽくじゃないでしょ。
ガイアでしょ。こんな感じ。全然ちゃうやろ。この一つ一つの差やけど。だから、そういう部分を作っていけばいい。今これ顔だけやけど、こういう部分を手とかにも、今までつけてなかったけども、今までつけてなかった一個ちょびっと角をつけるってみたいなことをやればいい。書くんじゃなくて、こうピッ、トゥッティティって、トゥッティティこういう感じ。トゥッティティみたいな感じの、こう、トゥットゥトゥ、トゥットゥトゥ、トゥットゥトゥみたいな。こんな感じでつけていけば、男っぽくなる。このリズム。だから、この指先の、ここもそう。ここもカックンっていうよりは、トゥットゥトゥって、トゥットゥ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 ってやった方が男っぽい手に。ほら、手も男になったでしょ、ほらほら。こういうことよ。この差やけど全然違うでしょ。これも、トゥットゥ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 ほら、もうこれちょっと加えただけで、輪郭変えただけで、ほら、もう急にほら、かっこよくなった。で、反対側も、このラインぐらいに押さえてあげればいいね。で、これを消してな。で、こう、前に向いてんねんから、こうなるわな。で、ここのくぼみはしっかりつけとくわ。ほら、どうよ。全然やろテスカポリ高になったやろなこれも切り抜いとけ。切り抜いとけ。切り抜け。横に広げすぎなのよ。横に広げすぎなのと、曲線ばっかり描きすぎ。角っちょをつけないと。角をつけないと角をな。角を立てるようにしないと。はい、好き。口だけくん。もう、ガタガタ。どっち向いてんのこれ。目の形と顔の形が合ってないのよ。で、全然男っぽく見えへんのが、頭の大きさに対して顔の幅が狭いせいで、女の子とか赤ちゃんとか子供の割合なのよ。配置してんの。で、目の横からも側面なんねんけど、この側面っぽさが全然ないよな。目の大きい子とかでも、こう同じことやんねんけど。こうやって眉毛を描いてしまったのであれば、もうここの眉毛の先からここはもう正面っていうことやん。ここから先は正々堂々正面勝負って感じになるわけだ。何のキャラやねんって話や。もうこの眉毛を描いてしまったらもう人としてこうエリアが決まんのよ。領域展開が始まんのよ。眉毛描いたら。眉毛描いたら領域展開発生すんのよ。領域展開って言っても始まんねんな。ここで収めなきゃいけない。眉毛で領域展開が発生するから、じゃあ、この領域展開のルールにのっとって、ルールに乗ってなかったらブサイク、ルールにのっとってたらかっこよくなるわけだ。正しく配置しようっていう領域展開が発生するから、その領域展開のルールに従って書けばいいだけの子。何のキャラか知らんけど、ほら、これで顔が整ったやろ？俺男上手くなってきた。俺成長してるかもしらん。俺男描くの上手くなったわ。なんだったんだこいつは。なんだったんだこいつはってなるやろ？めっちゃかっこいいやん。なんでも描けるようになってきたわ、俺。男どんどん持ってきてもいいぞ。俺が上手くなるだけ。ほら。すごくない？切り抜いといてこれ。これも切り抜いといて。よっしゃ、いいじゃん。これもいい例だな。これね、角度つけてるけど、なんでダメなのかっていうと、顎の下にも面はあるんだよ。これ言ったら、首を傾けてさ、顎下を見せてるか。下からの煽りなわけよ。でもこれ、顔が全然煽りになってないのよ。煽りになるっていうことは、上に畳まれていくってことやからね。こう。だから鼻の下とかもしっかり見せていかなあかんねんな。だから次は顎下とかも見せていかなあかん。じゃあ次に来るってなったら、さっきもほら、正面はどこまでのエリアなんですかって言ったやろ、ってことは、顎の下が見えなきゃいけないわけだ。すごい。顎の下が見えてないから、この八代さんは、かっこ悪いね。なんか、顔伸びた人に見えてるわけ。すごい。顎の下を見せない。まだできない。下は難しいね。ね、難しい。これ下は難しい。だからここの輪郭がって上にちょっと上がらなきゃいけないよね。下を見せなきゃいけない。すごい角度変わった。顎の下を。それが見えてないから、ただ単に顎伸びマンになってんの。こう見ると。全然違うやろ、ほら。本当だ。言われるまでわかんねえでも。直されるとこういう風に思うけど。顎の下見えてねえのよ。顎の下が見えて、だから正面をここに押さえなきゃいけないのよ。この角度の中で押さえなきゃいけない。だからこれだったら、こういう正面で描いてるだけなの。ほら。もう顎伸びやんだな。顎が長い人なんだ。これなんだよ。この差なんだよって話だ。こういうことよ。これ切り抜いてってくれ。で、五条と五条が合体して、五条と五条の無料空所で合体して、スネ夫になる。なんか、
なんか、お、五条。僕強いよ。てんてんてん。ててんてんてん。ててんてんてん。ててんてんてん。だか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 だだんだっただったらだったったん。コロソの情報は概要欄に載ってます。概要欄のクーポン使えばコロソの講座がお安くなりますよ。キャラクターのデザインを学びたいんだったら、アニメーションを学びたいんだったら、もうとにかく学びたいんだったら、巨匠のコロソで学ぼうや。概要欄をチェック。コロソ